皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回はオーストラリアのシドニーにあるフラートンホテルのご紹介です。フラートンホテルはオペラハウスやハーバーブリッジ、ロイヤルボタニックガーデン QVB などシドニーの主要な観光スポットへは徒歩圏内にあり、シドニー観光するのにとても便利なホテルでもあるんですよ。また5つ星ホテルの称号を獲得しており、上質なサービスを体験できるホテルでもあります。ホテルの外観は歴史と高級感がありますよね。それもそのはず、この建物は旧中央郵便局だったんですよ。さて、この動画でのご紹介内容はお部屋紹介、レストラン紹介、施設紹介になっています。ぜひ最後までご覧ください。それではまずはお部屋紹介から。今回宿泊するお部屋はスーペリアキングルームです。それでは扉をオープン。まず扉を開けて驚いたのは、とっても天井が高いこと。クラシカルな扉の飾りも素敵ですよね。そして奥に進んでいくと、わー、歴史ある建物に入るホテルだけあって、とても優雅で重厚感のある雰囲気ですね。そして気になるのがお部屋からの眺め。今回は2階のお部屋なので眺めはどうでしょうか。おー、異国情緒満点ですね。この部屋は内側客室でアトリウムロビーに面しています。この時は飛行機でシドニーに到着したのが夜だったので、遅い時間でのチェックインになってしまいましたが、とても素敵な雰囲気です。明日の朝のアトリウムロビーの眺めも楽しみですね。それがこちら。日が降り注ぐアトリウムロビーはとても明るくて、朝から素晴らしい眺めを見せてくれます。朝一番で外国に来たことを実感させてくれる眺めでもありますよね。さて、お部屋紹介に戻りますが、窓側の隅からお部屋を見るとこんな感じ。窓も大きく天井も高いのでとても広く感じますよね。またベッドはキングサイズです。天井がとても高いので、このベッドで仰向けに寝るとお城に住んでいるみたいな感覚になりました。実際にお城には住んだことがないので、あくまでも私個人の感想ですけどね。枕元にはスマホの充電ができるようになっています。2つ USB ケーブルが挿せるようになっていましたが、残念ながら1つは使えなかったのでソケットで充電しました。またベッドの右手にはこのホテルの外観の絵が描けられています。後半の施設紹介で詳しくお伝えしますが、この建物は歴史があり、昔も今もアイコニックな建物として有名なんですよ。ベッド側の隅から部屋を見るとこんな感じ。デスクとミニバーがあります。ミニバーにはトワイニングの紅茶と緑茶のティーパックと、初めて見るブランドのコーヒーカプセルがあります。ピッコロというブランドのもの。下には冷蔵庫があり、中はとても充実しています。引き出しの中には赤ワインもあり、この銘柄は成城石井で売っているので、たまに自宅で飲んでいるワインでした。とても飲みやすくて美味しいですよ。下はグラス類と、さらにその下には
電気ケトルが入っていました。またデスクもあり、デスクの上にはお水が2本置かれています。お次はバスルーム。洗面スペースはワンボールですが、広く取ってあるので、左右のスペースにそれぞれ物を置けました。アメニティ類は歯ブラシ、シェーバーなどがあります。基礎化粧品類はないので持ってくる必要がありますね。こちらはヘアドライヤー。ハンドソープとボディクリームもありましたよ。また左手はかなり大きめのバスタブがあります。横になっても余裕なくらい大きなバスタブでしたよ。こちらはシャワールームになっていて、可動式のシャワーヘッドと天井からのシャワーの2種類があります。シャンプー類もあり、髪質にもよりますが、ゴワゴワすることのない使用感でした。お次はクローゼット。このホテルには2泊3日の滞在をしており、観光や星付きレストランにも行く予定だったので、ジャケットやドレスなど数枚の洋服を収納していました。それでもかなり余裕のある大きなクローゼットです。アイロンもあるので、スーツケースでできたシワを伸ばすのにも便利でしたよ。またハンガーをかけられるスペースだけでなく、引き出し収納もできるので、インナー類やシャツ類を収納するのにも便利でした。お部屋はこんな感じで、とても快適に過ごすことができましたよ。お次はレストラン紹介。まずはインルームダイニングから。インルームダイニングはチェックインした日のディナーで利用しました。ちょうど飛行機でシドニーに到着したばかりで、飛行機の中で食べて寝てを繰り返していただけなのに、とってもお腹が空いてしまいました。それに飛行機に乗った直後はまだ味覚が鈍感なので、かなり大味なものを食べたい気分だったんです。ということで、私たちが注文したのはハンバーガー2つ。この時22時過ぎ。手前のはオージーバーガーで、パイナップルや卵、ベーコンなどが入ったものです。とんでもなく美味しかったですよ。そしてこちらはホテル名のついたフラートンバーガー。シンプルなチーズバーガーです。移動で疲れた体に染み渡る美味しさでした。かなりギルティーです。そしてお次は朝食レストランのご紹介です。朝食レストランは2階の中庭にあたるテラス廊下でいただくことができるんですよ。朝食はビュッフェ形式になっていて、定番メニューが一通り揃っていました。私たちが取ってきたのはこちら。夫はエッグベネディクトやサラダ。私は山盛りサラダにキノコなどの野菜のソテー。朝から大満足の朝ごはんです。このレストランは太陽の光が降り注ぎ、とても気持ちのいい空間で、朝から素敵な時間を過ごすことができました。お次は施設紹介。冒頭でも少しだけ触れましたが、このホテルは旧中央郵便局を改装しています。このシドニー中央郵便局は1866年から段階的に建築された歴史ある建物です。ここでオーストラリアの歴史について超簡単にご説明すると、もともとは先住民アボリジニが住んでいましたが、1770年イギリスのジェームズ・クック船長がオーストラリア東海岸に到達し、ニューサウスウェールズと命名し、
イギリスの領有を宣言しました。そして十数年後の1780年代になると、オーストラリアは囚人が送られる流刑地となり、囚人たちによる開拓が本格化していきましたという衝撃的な歴史があったんですね。それでホテルの説明に戻りますが、この建物は植民地時代の建築家ジェームズ・バーネットの指導のもとにヨーロッパ建築様式で設計されました。当時この建物は現在のオペラハウスのようにシドニーを象徴する建物だったそうですよ。囚人がここで郵便の仕分けをしていた時もあったそう。こちらは夜のフラートンホテルの様子です。昼間も夜もまず目に飛び込んでくるのはこの時計台。再度昼間の様子に戻りますが、時計台の下に鎮座するのはビクトリア女王です。その下にはライオンとユニコーンも彫られています。イギリスの植民地だったことを感じさせますよね。また人の顔の彫刻もあり、ずらっと顔が並んでいるんです。各国の女王様の肖像だそうですよ。どちらの国の女王かは正直分かりかねますが、当時のイギリスと関係のある国の女王様かもしれませんね。その他にはカンガルーとエミュー、中央にはライオンが施された彫刻もありましたよ。カンガルーとエミューはオーストラリアの国章にも描かれている動物だそうです。また郵便局だった名残もあり、ポストが残っていました。ポストは実は建物の中にもあり、ロビーにあるこのポストは現役なんですよ。ロビーは吹き抜けになっており、ガラス天井から明るくてとても気持ちのいい日差しが差し込んでいます。そしてこちらの階段はこんなに素敵な階段になっているんですよ。歴史を感じさせてくれる趣のある階段ですよね。こちらはロビー真上の2階から撮影したものです。ロビーは郵便局時代は中庭だったのでしょうか。壁を見ると外壁だったように思えるシミや傷もあり、200年近く大切にされてきた建物だと改めて実感させてくれます。またホテルにはジムもあり、私たちは最近ジム通いをしており、習慣化のためにも利用しました。このジムのオーナーはオーストラリアのトップアスリートのトレーニングを行っているそうで、かなり充実した設備になっていましたよ。こんな感じでオーストラリアの歴史を感じるフラートンホテルで充実した滞在をしてきました。今回はフラートンホテルシドニーのご紹介でした。この動画を少しでも楽しんでいただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。